が弾けたあの時とは違うんです。バブルが弾けたのは土星の力がなかったからですね。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は天王星双子座入りのお話です。2026年4月の26日に天王星が本格的に双子座に入ります。そして2032年の8月の4日までステイします。私たちはすでに2025年7月の7日から11月の8日まで一時的に天王星が双子座にいた時期というのもすでに体験済みです。そして私たちがこれから6年間体験している天王星双子座時代に起こりそうなことをこの期間にも模擬体験をしています。それから天体というのは規則正しく、公転周期を繰り返しておりますので、天王星の場合は84年が公転周期、だいたい一つのサインに7年ずついて、7年ごとにそのサインのテーマで改革をしていくわけですが、前回あるいは前々回、そのまた前々前回天王星が双子座にいた時期に何が起こったのかということ、これらを全部組み合わせた上で18年間毎日欠かさず天体のアスペクトを読んできた私のこの角度からの考察を加えて今回たっぷりとお話をしたいと思います。最後に12星座別のここから6年間の天王星双子座期にどんな改革が必要となってくるのかという12星座別の星読み予告もお付けしますのでぜひご覧ください。で、私自身はすでにご存知でいていただいている方も多いと思いますが、そうです。この場を借りてチャンネル登録をいつもしていただいて見ていただいている方本当にありがとうございます。そしてメッセージをくださったりですね、コメントをくださる皆さんに支えられて動画を撮っております。ありがとうございます。そういう方たちはご存知だと思うんですが、私がそもそも先生術に入ったきっかけというのは、私のバックグラウンドは全然違う歴史が大好き、歴史を研究していて、高校中学の歴史の教員免許も持っているというバックグラウンドです。そして歴史というのは実際に起こったことがある程度書かれている。それの時期に天体がどんな配置になったのかっていうのを組み合わせていくとですね、もともと数学も大好きだった私なので、方程式のようにこの天体同士がこういうアスペクトを取るとこういう大体出来事が起こるんだみたいなのを解明していくのがもう面白くて楽しくてどんどんハマっていったわけです。ですからこうした歴史との組み合わせが一番うまくいくのはトランスサタニアンと呼ばれるゆっくり進む公転周期がゆっくり、つまり天王星、海王星、冥王星あたりですね、あるいはカイロンなんかも入れていいと思うんですけれども、前回同じ場所にあった時にどんなことが起こったのかというのが非常に先生術予告には使える材料となりますので、そのあたりから解説をしていきたいと思います。まず早速いきますが、前回天王星が双子座にあったのは1942年の5月の15日から、一時的に逆行して戻ったりしますが、1949年の6月の10日に完全に双子座を離れました。もうこの年代を聞くだけでピンとくる人はピンとくると思いますが、いわゆる後でもう一度振り返りますが、私たちが第二次世界大戦をしていた時期と重なるわけですね。そしてそれより前、84年の公転周期ですから、それより84年前頃ですけれども、は1858年の6月の2日頃から1866年の3月の27日頃、そしてさらにその前は1774年の6月の19日頃から1782年の4月の28日頃、そしてその前は1692年の7月の10日頃から1698年の5月の19日頃ということになります。ちょっとここから順番に戻ってきたいと思うんですけれども、この1690年から
1698年頃の時期というのは、日本では元禄文化が花咲いていた時期と重なります。元禄文化っていうのは、上方、京都とかね、大阪とかの商人たちの豊かな経済交流が盛んになって、私たちがゆっくりと芸術を楽しんだり、アートを楽しんだりする、そんな時期でした。ですから、華やかな文化が栄えていったんです。昔、日本史で皆さん習って覚えたと思うんですが、この元禄文化って何がありますか？思い出してみると、近松門左衛門の人形浄瑠璃とか、井原西鶴の浮世草子とか、松尾芭蕉俳句とか、こういったところですね、が活躍して、町人文化が独自の発展を遂げていったという時期でした。そして世界では象徴的なのは、イギリスでイングランド銀行っていうね、銀行が設立されたり、あと経済の仕組みはどんどんと新しく作り変えられていったという時代、そもそも経済という概念がこの時期から生まれました。そしてそこから84年の公転周期で、1774年の6月から1782年の4月の期間、これは世界を大きく揺るがす大革命時代でした。皆さんが世界史でいっぱい覚えた年代がここに集結されています。例えばアメリカは独立戦争ですね。自由と平等を掲げる独立宣言がなされ、もうヨーロッパも次々と革命が起こり、自由というテーマが世界中に広がった時です。で、一方この時期、日本の方では田沼意次時代、覚えてますか？私は日本史が専門なんで、この田沼意次についてはなんか結構勉強しましたし、研究もしましたが、これは商業重視の政策が進んでいた時期です。株仲間の公認とか覚えてますでしょうか？ここで知性とか情報の交流というのは非常に活発になりましたし、こうやって思い出すと田沼意次っていうのは賄賂政治で有名でしたが、結構失脚するまで長い間ね、いたんですねという感じがあります。で、実はもちろん日本史ってとか、世界史ってそうで、ちょっとこの話をするとまた、話が私長くなっちゃうんでさらっといきますが、日本史とか世界史とか専門に学んでいくと、教科書に書いてあるのって上辺だけですから、実際研究していくと全然裏なんですね。教科書っていろいろ都合よく都合のいいところに書き換えられていたりする。だから例えば私たちフランス革命は自由を得たって習ってますけれども、歴史を研究してると、あれはとても人民たちにとってはその後結局一番苦しい時期を過ごしたっていう裏話があったり、例えば私たち鎖国について割とマイナスなイメージで学校では習った、日本が取り遅れていったってなってますが、私たち歴史を研究している人たちがみんな言うのは、鎖国があったから日本は植民地にならなかったんですね。植民地時代ですからとか、結構違うのがありまして、田沼意次政治も私たちが今ある経済の発展っていうのは実は結構貢献していたという裏話がありますので、そういう時期だったよということです。この話はまたいつか別にしたいと思います。そして1858年の6月から1866年の3月ぐらいの時期、次の、天皇制双子崎ですね。ここはまさに日本の夜明けである幕末の動乱期です。1858年、皆さん思いましたね、この年代。これは安政の大獄ですね。そこから始まって薩長同盟終結まで、古い体制が崩れ去り、新しい国づくり、知恵、絞られていった時代で、もちろん鎖国も解けていきました。で、世界ではアメリカは南北戦争がありましたね。そして奴隷、解放宣言みたいなことが起こり、また人権や自由についての概念が大きく塗り替えられた、世界も日本も大きく変わった時期でした。そしてその次、これが1941年の8月からですね、1949年の6月の間、私たちは第二次世界大戦をしていました。もう激戦があって、終結もこの時期だし、そこから復興の時代っていうのもこの時期で、日本は戦後 GHQ による占領がありましたが、そこから新憲法が公布されて、世界的には国際連合が設立されたり、あとはレーダーとかコンピューターの原型もこの辺りにできていて、医療でもペニシリンといった治世
技術、集結、どんどんと誕生していったという時期になります。つまり、こうやって見ると、天王星が双子座にある時期っていうのは、占星術的に見ると、知性とかコミュニケーション、それから新しい技術、経済といったところで、あと移動手段とかも大きく変わっていったんですが、これ別動画で結構詳しく話してたんですけれども、やはり双子座のテーマのところが全て改革が起こっているという傾向にあることがわかります。で、双子座っていうのはやっぱり双子というぐらいですから二面性を持つサインなので、世界情勢としては国と国、あるいは国の中で意見の対立が激化して、それが戦争を起こすというリスクもあるわけです。でも逆に言うと、対立がないとずっとアメリカは例えば奴隷があったままです。でもそれは違うんじゃないか、いやっていう対立があるから戦争が起こって、なので解決されていくっていうような解決の仕方をしがちなのが、双子座の天王星時期に起こりうるということです。ただし、これはまた別動画で挙げていますが、今の宇宙の流れで占星術を読んでいると、宇宙が期待しているのは戦争ではなく、もちろん私たちもみんな誰も期待しているのは戦争ではなく、対話による解決、誰も命を落とさない解決ということですね。なので、そこに行くべきですよという流れもあります。そこに気づくための出来事というのも同時に起こっていく。これが双子座の二面性ということになります。いずれにしても古い価値観を壊して新しいつながりを作るためのプロセスであることは確かですし、特に経済面、新しい情報の伝達手段、それがそのまま新しい時代の価値となっていって、流通の仕組みも劇的に変化していきますし、今、例えば私たちは石油、ある場所でしか取れない。だからそれをいわゆる流通させていくってなった時に通っていく場所があって、そこが例えば封鎖されると一貫の終わりだということ、当たり前の話なんですけれども、こういうことが起こらないと私たちは気づいていなかったわけです。ですから、こういう流通システムっていうのを考え直さなきゃいけなかったり、はたまた流通していくということについてもいろいろ考えなきゃいけない時期に来ています。で、実は今回は海王星も、お羊座に入っている、冥王星も水亀座に入っている。後でもうちょっと詳しく話しますが、これが3つ重なっていくと、エネルギー資源っていうのがお羊座の海王星はとても大事ですので、それを流通させればいいわという考え方ではなくって、自分たちも作れないから、例えばだから石油を作るとか、エネルギーを、作るとか、自家発電するとか、そういうところに今後は多分私たちの考え方とか、どこにお金や研究や時間を注ぐのかっていうのは起こっていくと思います。もちろん石油はもう今作ろうと思えば作れるっていう技術はあるわけですけど、作るのにめちゃめちゃお金がかかる、ですよね。だから掘った方が早いし、輸入した方が、安いわけですけれども、これがもっとコストダウンして作れるようになっていくとかいうふうになると、まさに双子座の流通手段とか、この海王星のエネルギーとかが全部違う方向に解決されていく。で、こうなると何が起こるかというと、力関係が変わってくるわけですよ。エネルギーを持っている場所が強くなれたりとか、流通手段を持っているところが強くなれるというところから、独自で作れる国が強くなっていくということにもなります。で、そういうテクニックとか頭の良さとか技術っていうのを、実は日本っていうのは割と持っている。だからひょっとしたらそういう考え方を変えていくことで、日本が今度は力をもう一度取り戻していくという流れにもなっていく、希望的な観測がかなりやっぱり入ってしまいますけれども、というふうに読むこともできるんじゃないかと思いますね。こういう移動エネルギーに関する、それからどういうものを持っている国がどういう力を持っているかというのが全部変わっていきますよという時代に入ったということです。それからどうしてもですね、自然災害については双子座が風の要素をすごく持っているので、とにかく風が吹く、台風、竜巻、ワイルドウェダーっていう暴風、というのが揺れというのが多くなってしまう
ということも挙げられます。それから神経系に関わる健康問題っていうところも意識が皆さんが向くような出来事が多くなっていくかもしれません。なので病気ももちろんどんな病気もなくなればもちろんいいわけですけれども、でももっと、今までよりも体そのものよりもマインド、精神的な、神経精神的なところにある疾患問題というのがクローズアップされていくような世界になっていくということですね。天王星が双子座に滞在している時期はコミュニケーション、情報の扱い方、言葉の使い方、メッセージ性への変化、そして私たちの思考回路そのものが大きな変革をもたらされます。ですからまさに今こうやってやってる情報、私は主に YouTube を使っていますが、若い人たちは TikTok とかだから私はやってないけれども、国によっては Instagram、Facebook ね、そういう SNSなんかもあると思います。オーストラリアは LINE っていうのはほとんど使わないんですが、WhatsApp っていうの LINE 側になるもので、ほとんどお母さんたち同士もね、こうやるんですけれども、そういうところもですね、今、別々になっているところがひょっとしたら統合されていくというような流れも起こっていくかもしれません。1940年代の時に双子座天王星滞在期もメディアとか交通とか通信の技術っていうのが世界を大きく変えたという歴史上の出来事がいっぱいありました。で、今回はもうさらにスピード感が満載です。で、知的好奇心もどんどん刺激されます。そして言葉の力も強くなります。前よりも SNS があるから、たった一人の人がつぶやいた言葉が84年前と違って、一瞬で全世界に拡散されていくわけですね。日本のニュースがもう次の日には世界が知っている。そういう中でより双子座という言葉の領域での改革っていうのは必須になっていく。プラスにも使えればものすごく世界を揺るがすようなたった一個の勘違いが幸せを生むっていう結果もありますし、逆になるという結果もあります。このあたりをうまくやるためにこういった SNS もどんどんルールが変わっていったり改善されていったりということが起こっていくと思います。今割と自由にやらせてもらっているけれども、やっぱりこういうのはダメ、こういうのはダメっていう規制は逆に双子座の天王星時代だからこそ入っていく可能性は大いに強いかなと思います。ではさっきもちょっとちらっと言いましたけれども、今回のこの天秤座天王星双子座時代ですが、冥王星水亀座、海王星お羊座で、土星も前半お羊座からお羊座へ移っていくという流れとずっとアスペクトを取っていくということになりますね。だから水と火にトランスサタニアンが集合している中で起こっていく。こういうふうに考えていくとどういうふうに予測ができるかということですが、これからの世界ではこういった動きからこれまで想像もしていなかったような、まず情報の革命、これは起こりますね。冥王星が水亀座にあるということは、権力は組織からネットワークへと移っていくということです。ネットワークを持っている人が強いですよ。ネットワークさえあれば、いろんなメッセージを人の頭に脳に植え付けることができますからね。それから AI とか分散型の技術が社会の土台になっていくというのも確かで、たった一つのところに集中するっていうのはもはや不可能です。インターネットがなければもっとプロパガンダもコントロールもできたんですけど、今ここで丸め込もうとしてもこっち側で真実が暴かれていくっていうことですから、だからいい意味でそのように力が一点に集中しないで分散していくような世界になるために、コミュニケーションシステムとか情報システムっていうのはより変わっていくということですね。で、天王星双子座時代ということは風がそこに吹くわけですから、私たちのコミュニケーションはもう物理的な距離というのを完全に超えていくことになると思います。例えば英語、私はオーストラリアに住んでるんで英語を今は喋って生活してますが、もう本当に勉強してなくてもみんないらなくなる、もう普通に自動的にこういうものをつけとけば日本語で喋ったらもう自動的に英語で変換されて向こうも入ってくる。今でももうそうじゃないですか、携帯のアプリとかで。それがもっと確実になっていく
ので、そのうち犬とか猫とかも同じような話だって、もうそれは私の希望ですけれども、なっていく。でもこれ夢じゃないですね。コミュニケーションがもう物理的なこととか全部超えていく時代になっていくということです。で、海王星がお羊座にあるっていうこの時代は、そうです。これがだから6年以内に起こるのっていうことじゃないですか。いや、起こるんじゃないですかという予告にだからなるわけですね。もっと先の未来の話を今してるわけじゃなくて、この6年間の話を、しております。で、海王星がお羊座にある時期っていうのは、一人一人が自分の直感を信じて、新しい精神的なリーダーとして立ち上がる時代でもあると思います。そうすると誰かに答えを全部求めていたのが、自分自身の魂の声に従って行動する。で、今までどうしても答えを先生に聞かなきゃ、親に聞かなきゃいけなかったのは、情報が足りなかったからですけど、今はみんな小学生だっていろんな情報を自分で自ら手に入れることができる。フィルターにかかっていない情報ですよね。今までは親が見せたいものしか見せませんからっていう中でのマインドともう全然違う世界がやってくるということになります。それからですね、土星お羊座に今います。まだしばらくいます。ね、この後お牛座に、移ってはいくんですけれども、でも土星と海王星がお牛座に行って天王星双子座焼きということですから、新しく始めた挑戦を確実に土台として現実的な豊かさへと定着させていくという流れがここで生まれています。ですからバブルが弾けたあの時とは違うんです。バブルが弾けたのは土星の力がなかったからですね。一時的なないお金が回ってただけ。でも土星が海王星と一緒にいるときはちゃんと増えていく、あるお金が回っていくということですから、全然違うエネルギーになると。それからですね、実はこの流れというのは私たちの地球上にあるエネルギーが枯渇していくということに気がつかされていく流れです。それが水亀座の冥王星と新しい意識を持って物質的なことにつながっていく、土星がお羊座から、お牛座に移っていくという流れの中で起こるトランスサタニアンのこのミニ三角形と呼ばれるアスペクトなんですが、これはね、水とか食料とかあるいは石油とか、私たち普段日常ではなくなるなんて思ってもいないで使ってきたもの、電気とか資源も全部そうですよね。今日だってご飯余ってるように見えるし、お水ジャーッと出せば出てくるんですが、確実に水と食料と石油などのエネルギーが不足していくという流れを示しています。で、枯渇していく資源というのは魔法のように湧いてくるわけではないわけです。そうなった時にそれをテクノロジーでだからカバーしていく。水を一から作る技術とか、石油を一からさっき言ったように安く、今だにね、そういうものを作れるけど、とにかくコストが高いから現実的じゃないわけで、だけどそれがさっき言った土星もいますぜというので、今までは作れるけど現実的に無理よね。こんだけ石油作るのに何十億かかってたら、基本は無理じゃないですか。でもそこが土星というちゃんとコスパもいい天体が入っておりますので、成長させていくということの流れが必須になるし、それも起こっていくし、そうしたらテクノロジーとか知識とか考える頭とかを持ってる国は確かに強いよということで、その辺やっぱりアジア圏ね、インド、日本、中国、韓国あたりは、ドイツもね、昔の歴史的に考えると、そのあたりがやっぱりものすごく開発する力というのを持ってるじゃないですか。分析する能力っていうのがすごく強いので、そのあたりがもう力だけで押し切る国よりも、あるものを奪うという力じゃなくて、ないなら僕たち自分たちで作れるからっていう国の方が強くなっていく可能性があると思います。で、そしてさらにですよ、そこで終わりじゃない。それらを権力として使うんじゃなくて、それを世界に平等にだからシェアしていくという流れを宇宙は期待しているし、そうでないならばまたポシャンとされちゃうと思います。
ですからそれをこうシェアしていく人がやっぱり上に上っていく。なのでこれは個人の単位で見ても自分の能力、私は分析力が得意だとか、私は行動力がある、私は集客力があるとか、でもちょっと持ってるものはないとか、私はこんないいものを持ってるんだけどこれを売る力がないとか、一人一人同じことですね。でもその自分の力を惜しみなくシェアして使っていくと、これがこう本当にチームに、だから世界というチームになったり、私たちに何か一個のこうチームになった時に、それぞれの得意分野で全員が豊かになる術実っていうのを、勝ち取っていく。そういうことにもう気づいている人たちは、もちろん水亀座時代のキーワードはコミュニティなんで、これは去年からすでに始まっていて、何回も言ってます。コミュニティを持っている人がやっぱり強い時代。こんなに一匹狼で生きてきた私が、小学校も中学校も本当に友達を作れなかった私が、今こうやって喋ってますけど、本当に喋るの苦手で、この動画以外では私はほとんど黙っています。私生活ではなんか知ってる人はうなずいてると思いますけど、だから本当にこう友達付き合いとか全然苦手、自分から友達を誘ったこともないような私がこうやって頑張って今こうセプタグラムを開発したことによって、たくさんの方に支えられて、たくさんの方が一緒にこれを広めてくださってて、コミュニティに所属しているのは先生術師だから、もう数年前にこんな時代が2026年から来るのが分かっていたからです。だから努力して変わりました。なので今ね、コミュニティとか私めんどくさいし苦手だし、今まで傷ついてきたばっかりだっていう人いると思うんです。私もそうです。だからもう人間怖くなっちゃって、犬と猫と幸せに暮らそうっていう人生にこう振り切りそうになっていましたが、でもやっぱり違うというか、素晴らしい人たちがいる、出会ってなかっただけなので、もう本当に皆さん楽しくつながっていきましょう。お待ちしていますということで、ちょっと話がどんどんずれていきましたが、どこだ、なのでコミュニティの中で自分の才能を惜しみなくシェアして、ないところはそれを持ってる人に助けてもらいながらっていう登り方がやはり一番いい双子座、天王星時代かなというふうに思います。それからですね、日本の場所には独自の技術とか教育のあり方、それが世界から注目されていくチャンスタイムになります。やっぱり日本の技術ってすごいなということをみんなが気づいていく可能性があります。ただし、古い教育システムとかこう情報の扱い方にしがみついていて、日本がやっぱり一歩遅れてしまっていると時代の波に乗り遅れてしまうかもしれませんので、ここは気をつけてほしいところ。経済的には形のある資産だけではなくて、知識、コミュニケーションっていうのがやっぱり一番の資産なんですよね。日本はエネルギーっていうのをこうちっちゃな国で持ってないかもしれないけれども、さっきも言ったように作れる技術とか知識とか、そっちの方が財産だよっていう風になっていくことに気がつければ、例えば国もいろんな資金をその開発のために惜しみなくお金をとか、大学とかの研究システムとかにはもういっぱいお金をあげてほしいなって思います。日本からこちらに移住してきた人にもたくさん会うんですけど、ものすごい技術を持ってこちらに来ないと、その技術者じゃないと今パーマネントレジデンシーオーストラリアも取れませんからね。もうそんな技術どうして日本でって思うと、みんなやはり日本ではそれをどんどん突き詰めていくようなお金が大学から出てこないとか、やっぱり皆さんおっしゃいますね。だから海外に流出しちゃうのはちょっともったいないかなと思います。それからさっき言った自然災害も、どうしてもトランスサタニアが火と風にある間ですね、引き続き風、大気の変化、火山の爆発、地震には注意をしてほしいと思います。これは私たちにはどうすることもできないですから、地震でも耐えられるようなものに作り変えていくということをせっせと、一番にこれも国はやらなきゃいけないかもしれません。ちょうどうちの息子がシビルエンジニアなんですが、オーストラリアも最近大雨で洪水になることが多いんですが、橋がね、ブリッジですよ。ブリッジ
が洪水でせき止めたりするんですよ。私の普通の頭だと、橋だから下が川で水が落ちていくんだから洪水にならないんじゃないと思うんですけれども、そういうふうに昔の橋は作られていない。こんなに1時間で水の量がこんだけあるっていう設定にはなってない。もっとこうダラダラと降る設定だから、これで流れるだろうを超えてくるらしいです。だからその頑丈な橋ばっかり作ろうとしてたけれども、もっと水はけのいいものに全部変えていかないといけないっていう世の中になっているということですね。で、これも合わせて交通手段やシステムです。ワイルドウェザーにも耐えうるように世の中を変えていくためには、パブリックトランスポートとかですね、公共施設、公共の、いわゆるバスとかね、電車とかのあり方とか、駅の位置、場所なんかも変えていかなきゃいけないのかもしれません。とにかくこの時代に成功する秘訣は、だからもう変わっていくんだということで、常に柔軟で柔らかくいること、学び続けること、更新、アップデートしていくことを怠らないことが大事だと思います。これまでの正解っていうのはもう明らかに通用しなくなるわけですから、で、そうするとやっぱり自分の本質に立ち返って、魂の使命に沿った発信を始めていく、これしかないと思うんですよ。今の世の中に合わせようと思って、今の世の中はもう明日になると古くなるわけでしょ。そしたら何が信じられるって、もう自分の内側にあるものだけじゃないですか。ですから、そこがね、古い考えに固執した自分の内側ではなくって、今の自分が最高最善の、世界が丸く平和になるためのにはこうした方がいいんじゃないかと思うことを常にアップデートしていくということが大事だと思います。過去の常識っていうのはね、捨てていきながらも、でも過去でも今も機能している大事なエッセンシャルなもので、それってやっぱりもうすごいベタでしょ。申し訳ないけど、でもやっぱり思いやりとか助け合うとか愛の力なんですよね。本当にそこに行き着いていくわけですけれども、そこの大事、それを持っていればまた一からやり直せる、励ましてくれる人、助けてくれる人があれば、物質的なものがなくなってもいくらでも立て直せる、そういう考え方になっていくのではないかと思います。ですから天皇制双子座時代っていうのは本当の意味で軽くなって自由になって、物とかステータスとかを超えたところで自分の価値、喜び、幸せっていうものを構築していくっていう、これが一番安全じゃないですか。明日何があったって幸せで居続けられる自分というのを獲得するわけですから、だからそこに移行できるための最高の期間なのかなというふうに思います。ということで、お約束した通り、ここでですね、太陽星座、太陽星座に限らず、とにかく12星座別のテーマで、2026年の4月の26日から32年の8月の4日までですね、の天王星双子座期にどんな流れがあるのかっていうのを簡単にお話ししておきます。で、これを知っておくと、前もって、じゃあそうなるんだったらもうちょっと改革したらいいのかなというアイデアが湧いてくると思います。ちなみにですね、今から言うものは皆さんが太陽星座をご存知だと思うので、太陽星座が双子座の方は双子座として私がお話しするところを聞いていただくというのが、一番確実です。ですが、もっとですね、もう深くこの天王星双子座時代を改革していこう、自分の人生を先生術的にもっと深く知っていこうとするならば、もちろんオンライン個人セッションに来ていただくとがっつりとバースチャートは読みますが、それもなかなかもちろん本当にウェルカムですけれども、皆さんちょっとハードルが高いという方もいるかと思いますが、自分でできる範囲ですとね、バースチャートをチェックしてですね、この時期に人生をもう本当に根本的に変えたいんだという人は、太陽星座の場所だけじゃなくて天王星星座の位置、自分のバースチャートのそれが例えばサソリ座だったら、今から言うサソリ座のところにも耳を傾けてほしいです。で、自己表現力を強めるチャンスでもあるんですね。この時期、双子座の天王星期というのは。で、そのためのアイデアは、皆さんのバースチャートの火星星座の位置で見た方がいいです。
でさらにここで土台を作って、こっからもう後半かどうか皆さん分かりません。若い人もいるから、私はもう後半に完全に突入しておりますが、人生100年だとしてもかなりもう後半いってますが、でもとにかくここから先の人生ですねのより豊かな人生にするための土台作りをこの6年間でしたいんだという人は、やっぱり土星星座の位置を見てください。バースチャートで自分のね、土星星座とか火星星座、天王星星座というのは分かると思いますし、そういうのも私はノートの記事を書いておりまして、ノートというウェブサイトがありますね。ブログのようなアメブロ、前はアメブロを書いてたんですけど、今ノートに移行しておりまして、なんでそういうところに結構詳しく、今日のお話も全部文章で読みたい人は文章で書いておりますんで、文章派の人はノートで、動画で聞き流したい人は YouTube でっていうふうに、両方欲しい人は両方フォローしてくださってる方も多いんですけど、使い分けていただくといいと思います。キャプションにノート載ってますんでね、そうするともうちょっと、分かりやすく書いてあるかなと思います。ではここからですね、お羊座、の方からで、お羊座ということはこのちょっと待ってね。ちょっとお待ちを。こんなものを見なくても、皆さんご存知かもしれませんが、こうやっていつもこの円で見てると分かりやすいですよね。お羊座ってことは、お羊座ってことは、天王星が双子座にいるっていうことは、こういう位置関係だから、つまり60度。の位置関係だからセクスタイルっていうんですけどの関係にあるなっていうことを考慮に入れて、先生術っていうのは読むわけですが、ということを考えると、太陽星座お羊座ということは、この期間に知性とか学びとか人とのつながりのところですごくもう新しい風が吹きますし、これまでと同じようにしていたら進めなくなるので、やはりコミュニケーションとかつながり方に関しては積極的に今までと変えていこうという、そういう取り組みが人生豊かになるコツだと思います。ですからちょっと人とのね、コミュニケーションに関しては積極的に変える方向で計画を立ててみてはどうでしょうという感じですね。で、お牛座、どんどんいきますね。お牛座の場合はですね、隣の星座なんですけれども、これは所有とか、あなたの持って生まれた才能、今現在持っているものとか、アセット、財産、そういう場所に大きな変化があるよということです。これはもうマイナスとも取れれば、マイナスになるというふうにも取れるし、物を失うっていうね。でもプラスになるとも取れます。天王星というのはどっちになるかは、そのどこをゴールにするかによってわからないわけですけれども、それからそれによって皆さんがお金とか持ち物に対する価値観っていうのを変えていかないと、ここから先進めなくなるよというような出来事が相次いでいきますので、ちょっと見直しで、こういう時期におすすめなのはね、だから自ら物を減らすっていうことなんです。なんでお牛座のねエネルギーをお持ちの方はですね、断捨離を今の時期にしておくのがいいかと思います。そうじゃないと手放したくないものを無理やり手放されるよりは、どうぞもうこちらを持っていくならこれを持っていってくださいっていうふうにした方がね、いいんじゃないかということです。そしてもう双子座はもうまさにそこに天王星がドーンといるので、コンジャンクションしているということになりますね。皆さんの太陽星座が双子座だったらそこにコンジャンクションしているし、土星星座が双子座だったら土星の真上にずっと天王星がいるよということになります。間違いなく人生最大の転換期を迎えます。アイデンティティそのものが塗り替えられるような衝撃的でエキサイティングな変化の6年間となります。なので、自分自身の生き方とか行動パターンに関してはもうこれまでの自分という枠を壊して動いてみる、計画してみる、チャレンジしてみるということが大事だし、そういうことがやってきます。私ももうすでにこのね、去年1回入ってるじゃないですか。おとなしくこんな感じで今幸せだし、もうこれで十分行こうと思っている時に、その天王星双子座が一時的に入った時に結構有名な方からのコラボオファーがあったりとか、ちょっとこういうのをチャレンジしませんかっていう、もうちょっとここもやるのとか、英語の OG の方たちにもこのセプタグラムの新しいもののテキストを作ってくれとかですね、なんか
もうここでいいと思ってたよりも上のところのオファーが相次いだんですね。でそういうようなことが双子座の方は起こっていくし、それをでもイエスと言わないとダメな時期ですよということを覚えておいてください。そして蟹座なんですけれども、目に見えないエネルギー、精神世界、潜在意識、なんかどこからともなく来るような何か、得体の知れない何かっていうものを感じることが多い6年間になると思いますね。で、そういうとこでの変化の影響は受けていくので、例えば心の奥底にあった自分の情熱に気づくとか、65歳になって急に私って本当は絵を描きたかったんだとかいう思いになるかもしれません。そこから私先生上手に習いたかったんだになるかもしれません。全部ウェルカムなんです。年齢に関係なくですね、見えないところからやっと見つけてあげたあなたの潜在意識の本音みたいなもののメッセージを受け取って、それを今まではやらない、抑えてた、それをやり始めるという人生にぜひ改革していただきたいと思います。そして獅子座なんですが、獅子座は天王星の双子座の位置からするとセクスタイルの関係になるんですね。そうすると60度の関係にあるとですね、未来設計とか仲間との関係に対してポジティブな変化が湧いてくると思います。だからこれからの新しい友人関係が刷新されて、志を同じくするような新しいコミュニティとの出会いが増えたりとか、すでに持っている人間関係もさらに上のレベルにアップしたりするということが期待できるし、そこに積極的に取り組んだ方がいいですよということ。いろんなことを改革しようと思うからなかなかできないので、6年間でまずこのテーマを人間関係変えましょうとか、コミュニケーションのやり方変えましょうとか、1個ね、お題をもらえば取り組みやすいじゃないですか。だからそんな風に捉えてください。そして乙女座。天王星と双子座なんで、机の位置になっちゃうんですね。この乙女座。なっちゃうんですねって言い方はネガティブって言い合うよね。なります。なりますが、私いつも言ってます。スクエアって決して悪くない。出来事や事件は起こりますよ。スクエアの時っていうのは。でも、結果良かったね。になるのがスクエアのいいところなので、社会的な使命とか仕事とかね、社会との関係するあなたの人生っていう場所のところで大きな出来事、揺さぶりっていうのを経験する6年間ですね。突然のキャリアの変化とかですね、役割の交代とか起こりやすい時期なんですが、その中でのね、改革のテーマは、皆さんが社会的使命とステータスを自らだから再定義していけばいいわけです。なんか相手に変えられるのではなくて。だから例えば会社でいきなり人事異動とか、いきなり違う国へ行ってくれとか、せっかく今まで築き上げてきた信頼関係とか、こういうのがあるのに、キャリアがあるのに、全く違う畑に行かされるみたいな、具体的に言うとことが起こるかもしれないんですが、そこで自分自身でどうしようもない、そういう移動はしょうがないんですけど、でも自分のマインドや考え方っていうのは変えれるから、そうか、じゃあ私はずっとこっちの畑でやってきたけれども、その違うファーム、違う業種のところで自分の意識を強みを生かせる方法はないだろうかみたいにマインドを切り替えて、新しいステップアップのチャンスかもしれないみたいに捉えていくと、すごくいい6年間になるんじゃないかと思います。そして天秤座ですね。天秤座ももちろん双子座からするとトライの関係、調和的な関係なので、精神的な成長とか冒険のチャンスに恵まれる6年間になります。で、コンフォートゾーンも出やすくなりますし、より広い視点で世界を見るような精神的な成長が期待できますが、もちろん待ってて急に成長するわけじゃないので、ですからさらなる上の学び、今までレベル1をやってたところをレベル2にするとか、今までこれだけで満足していたけど、同じテーマでもう一つ上のワンランク上の見方に対してちょっと時間とお金を費やしてみるとかですね、してみるとすごくいい、精神が成長していく学びの6年間です。さそり座、天王星とクイーンカンクスという150度の位置になります。このね、150度のクイーンカンクスっていうのが先生術はですね、なんかもうムニュムニュと悶々とした感じっていうね、人が多いと思うんですが、これもスクエアもパチンと出来事。クイーンカンクスさん、なんかわからないぞ。ですが、いずれにしても結果的には数年後に振り返って、あの時チャレンジがあって、
出来事が結局あったから今私にプラスに働いてるんだっていう感じですになるので、それを期待する。で、何が起こるかということは、クイーンカンクスの天王星からサソリ座の角度っていうのは、潜在意識、深い変容のプロセスに入る時期です。それから他人との深い共存、共有するなんか秘密とか、共有する財産そのものもそうだし、受け継いでいく、なんか家族の中で DNA 的に受け継いでいくものとか、なんか深い古いところでずっと見えにくいところでつないでいっているような全てに対しての変化です。だからちょっと今まであったことにも気づかなかったようなものに変化が起こるから、変化が起こっていることすら気づきにくいっていう難点はありますが、ですがそこにだから注意深く耳を傾けると、今すべきことっていうのが見えていくんじゃないかと思います。で、必ず変化する時だから、そこで執着をしないっていうことが大事ですね。そしていて座はもう双子座といて座っていうのはオポジションね、目の前の関係にあるので、これはもうオポジションなんで、パートナーシップにおいて大きな変革が促されるということになります。結婚している人は結婚生活ね、別に恋愛関係とは限りませんから、何か一番近い友達関係とか、あらゆるパートナーシップというテーマで、自立と自由のを求めたい気持ちがぐわーっと湧いてくるんですよ、オポジションっていうのは。で、その中でどういう関係性をもう一度構築していくかっていうことを学んでいく時期ということになります。ヤギ座。まだまだこれヤギ座はクイーンカンクスじゃない？そうだよね、双子座。ですから、ヤギ座。はい、この150度っていうちょっと気持ち悪い角度なんですけど、この角度で当たるとき、ここは仕事、それから健康、日常、ルーティンワークを変えなきゃいけないよ。なんで今までの仕事のやり方とか体調管理も全部変えていく必要が出てきます。で、ルーティンもちょっと変えていくっていうことも大事ですので、より自分のね、サバイバルイシューと呼ばれる場所、つまり、まず健康あってなんぼだし、まず日常が満ち足りていて初めて友達と飲みに行って楽しいわけで、カラオケ行って楽しいわけで、帰ってきた家がもうドヨーンとしてたら、それ幸せとは言えないじゃないですか。ですからこういう日常を整えていくっていうことを意識して、日常の改革っていうものに励んでいくといいと思います。そして水亀座は天王星双子座とはトラインしてますので、創造性が爆発する輝かしい時期を迎えます。特に皆さんが大好きなことを趣味とか娯楽とか自己表現をしたいなって思うような気持ちとか、子供のような無邪気さで人生を楽しもうとする流れの延長線上にいいことがある。なんで今まで大人ぶっていろいろと頑張ってやってきたという人が、ちょっと一回子供にこの6年間帰ってみようかな。子供の頃にやりたかったバレエを60過ぎたけど習い出そうかなとかね。そういう感じ。そうするとそこで生まれた人間関係とか気づいたものとか何か始まったものがこれからの人生を豊かにしていくという流れに入ります。そして魚座、最後です。天王星とスクエアとなりますので、ちょっと無理やりな変化っていうのは多くなるかもしれませんが、それが特に家族、家庭、家、仲間、一番変えたくない、ずっと同じでいたいですよね。家っていうところは外でいくらどんなにチャレンジしても家に帰ったらほっとしたいわけですけれども、そこでちょっと突然の変化とか家族の体系が変わったり、居場所が変わったり、住まいが変わったりということはきっと起こりますが、これは起こるならばそれはいい方向に変化させる。もうこれはもうそういうことなんです。結局私も先生術もやっていますし、こういう降りてきたシンボルからセプタグラムソウルジャーにコーチング講座で皆さんがより幸せに豊かになるためのテクニックなどを教える講座もやっているんですが、結局本当に幸せになっていくっていうのは波動が高くなっていくっていうことと一致してるんですね。だから自分自身の波動をいつも高く保つっていうのがとにかく皆さんにとっての共通です。で、どうしたら波動が高く保てるかというと、何も起こらないということに安心するんじゃなくて、日々自分がどんな風に
何もしないでおこうと思ったって変化は起こるじゃないですか。物価が変わったり、急にモーゲージの割合がまたオーストラリア高くなったんですけど、変わったり。じゃあ計画変えなきゃしょうがないんですよ。毎月いくら、モーゲージってホームローンですね。比率が高くなったんですよ。だから貯金持ってる人はいいんですけど、利率がね。オーストラリアだと今5.3% とかそんな感じですかね。まあこれ余談ですけれども、まあちょっとそこ置いといて。でも、そうしたら、自分が変わらなくても利率が変わるんだから、ちょっとお金の作り方や使い方をもう変えざるを得ないですよね。で、そういうふうに変化があった時にマイナスに考えるんじゃなくて、すべてポジティブな、おお、なるほど、こうなったということは、こうなるだろうっていう、ポジティブに考える、力を、マインドを鍛えておくっていうことなんです。で、セプタグラムのコーチング講座では、だから全部をポジティブ変換するように皆さんを導いていったり、私のやってるマニフェステーション実現プロジェクトっていうオンラインサロンでも、この絶対絶命のピンチみたいになるような状況を、これを全部ポジティブに変換してくださいっていうのを、トレーニングしてるんです。自分で思いつかなかったら、そこにいる人たちにいいアイデアを考えてもらったりですね。例えば子供がなんかご飯こぼしましたとかいう時もですよ。ご飯をこぼした、どうやってポジティブにしようって最初は考えてしまいますけれども、そんなに喜んで食べてくれたのね、もうママのご飯が美味しそうに見えて急いで食べてたからこぼしちゃったのねぐらいの感じ。これ最初は無理があるんですよ。でもやっていくとどんどん自分自身もポジティブになっていくから、自動変換が上手になっていく。でそれが波動が上がるから、結局はポジティブなことが多くなるから、もう変換わざわざする必要がない、そのまんまオーガニックでポジティブな出来事が増えていくという流れなんで、変わるっていうことってマイナスに捉えがちですが、天王星はもう変える天体で、しかも双子座に入っていくと一番軽やかだから、天王星はすごい元気なのでめっちゃ変わる。牡牛座にいた時よりもすごい変化していくんですよ、世の中が。ですからこれを全部積極的なね、ポジティブ変換をしていってください。なんかポジティブ変化の仕方とかもよくインスタグラムのリールなんかにもこの言葉をポジティブにしたらこうとかいうののこう一覧とかリールとかよく載せてるんで、もし思いつかない方はぜひ全部無料で見れるのでインスタグラムの方もご覧いただくと嬉しいです。ということで、さっきも言ったように文章でいろいろ詳しく読みたい人とかはノートの記事もありますので、そちらも見てみてください。今回長くなりましたが、もう6年続く大事な時期ですのでね、ちょっとたっぷりめにお話をしてみました。もう一度すいません、言わせてください。まだの方はぜひチャンネル登録をしてください。嬉しいです。そしてコメントとかね、ちょっと良かったなと思ったらボタンを押していただくとさらに喜びますので、今後とも長くね、つながっていける皆さんと、なんか素敵なつながりを構築していけたらいいなと思っております。ということで、ぜひまたオーストラリアにも遊びに来てください。素敵な双子座天王星期をみんなで迎えていきましょう。あ、ごめんなさい。最後にそうだ、これいつもリクエストでたまにこのカードリーディングしないときありますけど、楽しみにしてるんで入れてくださいという方がいらっしゃったので、セプタグラムソルジャーにリーディングの65枚の超ポジティブエナジーカードから今これを見ている皆さんに宇宙から素敵なメッセージを1枚ください。ここにしましょう。あ、いいのが出てる。これは引用マークですね。皆さんご存知の。そしてそこにフラワーオブライフが重なっている姿なんです。これね、まさに引用の本当の意味っていうのは、私新世紀学クラスもやってるんで引用マークについてもお話しするんですが、単にこう陰と陽というだけじゃなくて、これは陰の中に陽がある、この点、陽の中に陰があるという意味なんです。ですからいつも光と影っていうのは実は隣り合わせだし、私たちは光だけっていうこの世界はないんですね。でもこう今言ったみたいに影のように見える時に、いかにその中に光を見つけられるのか、これって手放しのように見えて、この変化が数年後の私にとってはとても必要なことなんじゃないかっていう意識を持つ、そういう引用マークを思い出して、いつも影の中に光を見る、そんな意識をぜひ皆さん持って過ごしてみてください。ということで、
本当にこちらで終わり。皆さん素敵な天王星双子座期を迎えていきましょう。